皆さん、こんにちは。イービルニュースのお時間です。2024年5月に開催されるフェスティバルに、アメリカのスラッシュメタルバンド、スレイヤーのギタリスト、ケリー・キングがソロ名義で出演されることが発表されたそうなので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。2023年11月6日、ケリー・キングは新たに開設した自身の Facebook に床に置かれたチェーンの画像を投稿し、2024年にとのキャプションで来年何かが起こることを示していました。ケリー・キングはスレイヤーの最終公演で長年愛用していたチェーンを外し床に落としステージを後にしていたことから、これはスレイヤー復活を意味しているのか、再び活動を再開するのかなどファンの間でいろんな憶測が飛び交います。ケリー・キングは2020年のインタビューでアルバム2作分以上の曲があると話しており、もしかすると2024年のフェスティバルでソロアルバムを発表するのではないかと期待されています。おそらくジェフ・ハンネマンが亡くなっているので、スレイヤー復活の可能性は限りなく低いと思っていますし、個人的にはレジェンドのベーシストとドラマー、若手実力派のギタリストとフロントマンで新たなバンドを結成してくれたら最高なのになぁとか思ったりしています。もしケリー・キングがソロプロジェクトを始動するとなれば、どのようなメンバーを期待しますか？私的にはエクソダスの元ボーカリストロブ・デュークスのような熱く男臭い強烈なシャウトとスクリームを出せるボーカルをメンバーに加え、爆速サウンドなエクストリームメタルバンドを組んでくれたらかなり盛り上がりそうな予感はします。話は戻り、2016年のインタビューにてケリー・キングは今後の活動についてこのように話しています。できることなら70歳になったらぜひステージに立ってスレイヤーの曲を演奏したいですね。今日私のヒーローたちが20年前ほど良いショーをしていないのを見ると、私は自分自身の音楽的な死について考え始めます。スレイヤーのショーは常に見逃せないイベントです。ブラックサバスではトニー・アイオミがいつもと同じ場所にいてあまり動かないことがわかります。それはそれでいい。それが彼がいつもやってきたことだから35年前と何ら変わりません。私たちのコンサートが見逃せないものでなくなったら、私が動くのをやめたらそれは同じではありません。トムはあまり動かなくなってしまったが、それは2010年に受けた手術後の出来事だった。トム・アラヤは何年もヘッドバンギングや風車をした後、首にチタンプレートの手術を受けたため、もうこの手術はできない。トムが近年より静止しているため、ゲイリー、ポール、そして私は今少し多めに動いています。私はトムがここ数年よりもベースを弾き、歌も上手になっていると主張します。それはまさに彼が以前より少し落ち着いているからです。もし私がヘドバンをやめなければならなかったとしたら、トムが手術後にステージに戻った時のように私は少し絶望的になっていたでしょう。彼が調子を取り戻すまでには時間がかかった。彼はある意味で自分自身を再発明する必要がありましたと話しています。私がなぜ今回このインタビュー記事を取り上げたのかというと、2018年1月、スレイヤーが最後のワールドツアーを開始、2019年11月30日に地元ロサンゼルスで終了することが発表され、スレイヤーは38年の歴史に幕を閉じましたよね。しかし、ケリー・キングはトム・アラヤが辞めたいのなら続けたくなかった。そして、トムは首の問題と世界ツアーの代償を理由に辞めたいと考えていたと話しており、最後のライブでは、ありがとう、そしておやすみファッカーと叫び、最後に楽器とチェーンを置くのです。そして、その楽器とチェーンが約5年の時を経て、再びケリー・キングの元に帰ってくるのです。ジェフ・ハンネマンの死、トム・アラヤの病気、スレイヤーの解散、
様々な思いが込められたこのギターとチェーンを手にし、ケリー・キングは私たちに一体何を見せてくれるのか。ケリー・キングの心の中に眠っていた何かが爆発し、来年の2024年、きっと私たちが想像もできないような驚くべき何かが起こるのだと思います。そう考えるとワクワクしますし痺れますよね。2024年5月に一体何が起こるのかを皆さんと一緒に待ちわびたいと思います。それでは皆さん、良いメタルライフを。